どうも、こんにちは。デミコです。ということで、はい。じゃあ、今日は第2弾。ね、第2弾。今日はお帽子ということで、やっていこうと思うんですけど、これね、ちょっと見ていただいて、これ、ちょっと、まあ、大きめな感じのお帽子になってますけれども。で、この前のライブで編んだのは、ね、こちら、紫で編みました。ね。なんで紫で編んだかっていうと、黒見えづらいからね、紫で編んだんですけど、まあ紫も悪くないよね。で、紫で編んだんですけど、ちょっとワンサイズ小さめで編みました。ワンサイズね、小さめで編むとこういう感じ。はい。ワンサイズかな、ツーサイズ、ワンサイズ、ツーサイズ。まあ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 。ちょっとね、小さめなんですね、これがね。頭の部分はほぼ一緒です。頭の部分はほぼ一緒。だけど、まあこれライブでは編んだんですけど、改訂版ということでね、ちょっとね、変えました。ここの感じ、ちょっとこの辺りの感じをちょっと変えて、ちょっとね、お試しで改訂版編んでみました。はい、こんな感じになっております。何が違うかというとですね、ここ12目かな、12目にしてからこう広げていったんですね。12目じゃなくてね、これ18目まで持ってきました。18目まで持ってって、それで広げております。なので、裾のこの、なんつったらいいの、ここの部分、ここの幅、なんだっけ、つばの部分は一緒なんですけど、ここがちょっとね、若干緩まっております。はい。18まで広げましたんで、はい。ただ基本的にはやはりちょっととんがり帽子っていう感じにね、しますんで。で、サイズ感はね、こんな感じなんですね。こんな感じ。で、こことちょっとつばの幅が違いますね。あと一周編んだらこれになると思うんですけど、ここら辺はまあお好みなんで、どちらでもいいんですが、まあそれ編みながらね、おいおいね、はい。おいおい言ってきます。で、今回は、改訂版で、このつばの狭いのを編みましたけれど、ちょっと大きいのをね、編もうかなと思っております。つばのね、やっぱりね、この方がちょっといい感じかなって、おしゃれな感じがするかな。こっちの方がちょっとね、これつばの部分をこうやってペロンとやったり、前に落としたり、こんなことしてみたりすると、なんとなくちょっとおしゃれな感じがしませんかね。というわけで、はい。本日は、ここを改訂したこの改訂版でつばの大きいものを編んでいこうと思います。まあマジでね、ここはね、本当にお好みなんで、これはね、皆さんお好きなように編んでもらえばいいかなと思うんですけれども、はい。じゃあちょっとどんな感じでやっていくか、ちょっと、まあいいや。じゃあ両方見本でこう置いとくか。まあ、じゃあ2種類ね、こういう感じでね。こういう感じでございます。はい。紫。紫なんですけど、ね、今回も黒で編むと見えないっしょ。ね。見えないから、今回も特別に紫で編んでいこうと思います。はい。紫で編みますよ。ということで紫521番と、そして今回は、ここも、これ違う、こっちの色入れたかな、こっちの色入れたかな。まあでも今回ははっきりと、こっちのオレンジを入れていこうと思います。どうしようかな、一重にしようかな、二重にしようかなと思ったけど、まあ一重にします。はい、一重。はい。じゃあ基本です。基本の帽子の編み方やっていきますよ。はい。はい。じゃあお帽子やっていこうと思うんですけど、基本的にはですね、私、とんがり帽子ということで始めたので、最初4目で編んだんですが、やはり4目は編みづらいだろうということで、ね、こちらも多分6目で編み始めたと思うんで、確か、はい、6目で編み始めようと思います。はい、じゃあ同じようにこれね、輪っか、輪の作り目で、細編みで6目拾ってきます。紫に見えるよね。見えると思うんだ。多分見えると思うんだ。はいはい。1、2、3、4、この人がこの人がちょっと移動するわ。4、あらら。4、はい。5、6、はい。6の細編みを入れて、中心のこの目をね、作りますよ。はい。これちょっと引っ張って、ね、キュッと6目で輪の作り目をします。
はい。じゃあ、そしたら、1、2、3、4、5、6、6番目の頭に針を突っ込むんですけど、あれ入んないよ。大丈夫、大丈夫。はい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 。突っ込んで。で、引き抜きます。はい。引き抜いて立ち上がって。そしたら、はい。次。1目っていうか最初の目。ね。最初の目で増し目します。1、2と入れたら、あとは全部1個ずつ。はい。つまり、斜めにしていきます。はい。1、2入れたから、3、4、5、6、7。はい。斜め。斜めにしました。はい。6目だったのを、斜めにしました。はい。そしたら、頭、ね、最初の目の頭に入れて、引き抜いて、ギュッとやって立ち上がります。はい。斜めでございます。これ、今、斜め状態でございます。はい。斜め。はい。で、ひっくり返したら、次。最初の1目目、針を入れますね。次、8目目に、8目目じゃない、8目にします。同じところで増やして大丈夫です。同じところで増やして大丈夫でございます。はい。で、あと1目ずつ入れていきます。これで8目になりますね。これでもうすでに4、5、6、7、8。はい、8目。8目にしました。で、8目にしたので、また頭に針を入れて、引き抜いて、引き抜いて、ギュッと。はい。これで8目になってます。8目になりました。そしたら、この段は8目のまま1段編みます。増し目なしで8段で編みます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。8目のまま1段編みました。はい。8目のまま編んだら次は10目にします。次10目にするので、どうするかっていうと、はい。頭から引き抜いて、ギュッと引っ張って、はい。立ち上がって、ギュッと引っ張って。はい。じゃあ、最初の1目目。1目目に2目入れます。1、2と2目入れて、そしたらあとは1目ずつ、1、2、3と入れますね。はい。で、ここでまた1、2と増し目をして、またその後、1、2、3と入れて10目にしますね。はい。10目になりました。これで10目です。で、10目になったところで、次はどうするかっていうと、10目のままあと2段編みます。はい。引き抜いて立ち上がって。はい。10目のままあと2段編みます。なので、このまま2段、10目のまま増し目をしないで編んでいこうと思います。はい。3、4、10。はい。10目のまま2段編んできました。はい。次。頭入れて、引き抜いて、ギュッとやって。立ち上がったらまた、ギュッとやって。はい。で、次。10目で3段できたところ、今度12目。12目にしていきます。やることは一緒でございます。最初の目のところで増し目をします。はい。増し目をして。で、3、4、5、6と1目ずつ4目編みますね。そしたらまたここで2つ入れます。
1、2とここに2つ入れて、で残り4目そのまま1目ずつ編んでいきます。1、2、3、4。はい。これで12目になりました。はい。で、12目になったところで、ここでまた引き抜いて、立ち上がって、はい。で、まずは1段このまま、12目のまま編んでいきますね。はい。12目のまま、1段、そのまま編みます。で、この時にですね、いくらかこうね、なんて言ったらいいんだろう。帽子の形がね綺麗にとんがりになってもいいんですけど、綺麗にとんがりにならなくてもいいんですよ。実はねちょっとねヨレヨレっとした感じの方が雰囲気が出るんで、私はねこの辺に来たらねちょっとねさっきよりもねちょっときつめに編んだりとか緩めに編んだりとか、この目のなんつったらいいんだろう、この緩めに編んだりきつめに編んだりすることでちょっとなんて言ったらいいんだろうな、凸凹感をね出す感じ、わざと。そういうこともしたりしてもいいんじゃないかなと思いますよ。はい、これで9段編んでまいりました。はい、9段編んだところで、はい、いい感じじゃない？ 9 段編んだところで色替えをしますね。ブスッと刺して、はい、でオレンジを入れていきます。はい、今回はこのオレンジを入れていきますけども、はい、引き抜いて、で糸処理をちょろっとしながら、はいはい、ギュッと引っ張って、こっちもギュッと引っ張って、でここ色替えした段も12目のまま1段編んでいきます。はい、1、2、はい、12と、はい、12と編んできました。はい。で、これはね、1段。ちょっと短い糸使ってるんであれなんですけど、これで1段編んできたら、もうこれで終了ですね。ここはね。で、またぐさっと刺して、はい。で、ここで紫を戻しますね。元の色を戻します。で、そしたらちょっとこっちはギュッと引っ張って、で、立ち上がって、で、そしたら、この段、こっちの糸処理をしながらいきますけど、この段また12で一周編んできます。はい、12です。そのまんまです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい、12目ちゃんと編めてますね。で、そうしたら、ここに、ね、最初の目に入れて引き抜きます。ギュッとして立ち上がって、はい。で、これで、まあ、こいつはもういらないんで、糸処理したんで邪魔なのでちょっと切っていっちゃいますけど、切って、はい。はい。で、今12目になってます。12目になってるので、次、増し目をします。増し目をして15目にしていきます。まず1、2、3と編みますね。3と編んで4番目。4番目で増し目をします。1、2と入れます。はい。こっちも同じですね。これを3回繰り返します。1、2、3と。普通に1目ずつ編んだら、4番目で1、2と2目入れて増し目します。で、もう1回。同じことを繰り返します。1、2、3、3、3入れて4、5と。はい。これで15目になりました。はい。15目になったので、また引き抜いて立ち上がって、次。また増し目をして、今度18目にしていきます。はい。根元に入れて、2、3、4と編んで、5番目で2つ入れます。1、2。で、また1、2、3。4と入れたら5番目で2つ。で、1、2、3。
4と入れたら5番目で2つ。あら、紫の本体がやってきた。紫の本体がやってきた。あ、はい。はい、こんな感じですね。これで今18目になっています。18目になったところで、まあ大体こんな感じ。で、ちょっといびつな感じになってんけど、まあこれはね、色変えしたところなので、糸処理したやつをキュッと引っ張ったらこうなってるだけなんですけど、まあ引っ張れば大丈夫です。はい。こんな感じ。ちょっといびつな感じになるぐらいがいいので、強弱つけてね、さっき言ったように、強弱つけて細めにしてみたり、太めにしてみたりっていうのをね、やってみたらいいんじゃないかなとちょっと思うんですけど、はい。で、ここまで来たので、今度、つばの部分に行きますよ。ここまでで、とんがりのところになります。で、次から、つばに行くんですけれども、今18目あるんで、じゃあどうやって増やしていくのって言ったら、1、2、3番目で2つ入れますね。はい。1、2、3番目で2つ入れます。これで24目になります。はい。24目にしていきます。1。はい。3番目に2つ入れて、これで24目になりました。はい。ね。24目。次。そのまま増やして36目。36目にしていきます。立ち上がって、今引き抜いてね、立ち上がって。はい。そしたら、まあ、ここはね、円をやるのと一緒なんで、どっか適当なとこですぐ、ここで2つしようか。ね。ここで2つにして、はい、2つ。で、そしたら、1、2、3、編んで、ね。これで30目、30目ね。30目にしていきます。1、2、で、1、2、3と1目ずつ。はい。で、そしたら1目に2つ。2、はい。これで30目になりました。30目になったので、次は36目にしていきます。引き抜いて、立ち上がって。で、36目にしていくので、次は1、2、3ぐらいで増やしておこうかな。3入れたところで、次2つにしますね。2つ入れて。で、そしたら次は1目ずつ4目。3、4入れて。で、そしたらまた1、2と入れて、で、また今度ね、4目分1目ずつ入れていきますね。2、3、4、はい。で、1、2と入れて、で、最後1。はい、OK ですね。はい。これで36目になりました。ね、36目になったところで大体同じなんです。これはね。うん、36目。で、今回はもう一回り大きく作ります。はい、今、このぐらいの。ね、こんな感じの。で、このサイズがいい人はここで止めてもいいです。はい、ここで止めてもいいんですけど、もう一ついきます、今日はね。はい。次。36の次は42目ですね。だから42目にしてきます。で、最後のつばなんですけど、最後のつばとか、つばの最後の段なんですけど、ここは、私はわざと跳ね上げるように、ちょいときつめに編んでます。はい。これね、テンガロンハットみたいになってますけど、はい。かわいいかなと思ってね。うん。なので、最後の段だけ、ちょい気持ちきつめで増やしていきます。はい。1、2番目で増やそうか。2番目で増やして。で、そしたら間。1、2、3、4、5ですね。5。5目分1目ずつ編んでって。で、そしたら次に1、2と2つ入れますね。1、2と2つ入れて。で、そしたらまた間5つ。1目ずつ入れて、それで、42目にまで増やしていこうと思います。4、3、4。はい。はい。これで、いいんじゃないこれで。こんな感じ。これで出来上がり。簡単でしょ簡単なのよ。
簡単なので、ちょんと切って、あと糸処理がね、ほらできた。これちょっとね、ちょっときつめに編んでるから小料理あれだけど、これちょっと緩めに編んでんだね。これちょうど中間ぐらいになったね今ね。これね、その日によってほら力加減が違うからさ、しょうがないんだけど、どこ針、はい、針でございます。はい、今回はちょっときつめに編んで、ちょうど中間ぐらいのサイズになったからぴったりなんじゃないこれ。ぴったりっていうかバランス的には。どうよ。はい、糸処理。はい、でそしたらうまいことね、糸処理をしていただいて、はい、できました。これだけでございます。はい、簡単っしょ。はい、帽子できました。でこれ帽子ちょっと自分でね、これちょっといじってもらって、でグリグリっとね、これちょっと曲げる感じ、斜めってもいいし、曲げる感じ、こういうちょっとこういう感じでちょっと形をね適当に作ってもらって、でかぶせる、こういう感じですね。はい、こういう感じになりました。はい、ちょうど中間ぐらいの大きさね、このかぶせる方向でね、こんな感じかな。こんな感じでかぶせていただけるといいんじゃないかなと思いますよ。ね、もっと曲げてもいいか。ね、もっと曲げてもいいね。こういう感じか。ね。まあ、こんぐらいまで曲げていただいて。はい。こんな感じのかぶった感じになります。紫も可愛いんですけどね。やっぱ黒の方がいいかな。黒の方がいいかなっていうことでね。黒の方がいいんですけど、これだとね、ちょっとつばがね、やっぱりでかいかなとちょっとね、思ったんで。まあでも趣味なんで、脱ぎちゃって。趣味なんで、自分のその好みでね、つばの広さは。これでも可愛いよね。これちっちゃくてもね、ちょっとね、こういう感じで。まあ、とんがってもいいし、曲げてもいいし、ということで、お好みで、つばのサイズは決めてもらって、今回はこんな感じのサイズ感になりましたよということでございます。はい、いかがでしょう。はい、帽子。ね、簡単。ね、すぐできた。ね、今回は帽子の作り方をやってきました。はい。じゃあ、今日はね、こんな感じでございますよ。次はですね、ろうそく。次回はこのろうそくをやっていきたいと思います。次の動画も短くなるよ、きっと。短くなると思うけどね。まあそんな感じで一つずつハロウィンセット仕上げていきましょう。ということで次回はろうそくでございます。というわけでじゃあ本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。次回すぐにお会いしましょう。というわけで本日はここまで。さよなら。いやいかんせん短い動画だな。私にとってはね、短い動画は珍しいよね。珍しいけど、まあ今回はね、ぶつ切りで全部やるって決めたんで、はい。それで短くやっていこうと思いますよ。はい。はい。というわけでございます。はい。あとの撮影は明日だな。はい。ここまで今日一緒にやった。ね。一緒に撮影した。これ。ね。いやでもこのサイズがいいな、やっぱりな。このサイズが私はいいかな。帽子、これでっかいのもいいんだけどね、これね。でもね、ここを広げることでね、何がね、いいかっていうとね、ここ広げたのよ。ね。見た目はそんなに変わんないかもしれない。でも、やっぱりほんのりちょっとね、広がりがね、これは改訂版だね。こっちか。昨日編んだのはこっちだ。ね。昨日編んだのはこっち。ライブで。そうすると、まあ趣味によるんですけど、まあちょっと広がりが、裾がね、ちょっとこういう感じになって、そして私がすでに編んだこの辺のやつも、入るんですよ。ね、入る。こっち、入らんかったんや。ちょっとね、こう浮くんだわ。浮くから改訂版作ったって話ですよ。要はね、これ入るね。これ入んね。ほら、入った。ぴったんこや。ね、というわけでございます。というわけで、じゃあ、バイバイ。